彼女と子供がいるから離婚だ。血がつながっていない嫁には遺産相続の権利はないからな。勝ち誇った顔をして、そうやって私に言ってきた夫。だが私だって、ただ黙って言いなりになっていたわけではない。私はまっすぐに彼を見てこう言い返してやった。遺産は全額、私のものですが。私の名前はのぞみ。45歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して10年になる。普通の夫婦なら記念すべき結婚10周年なのだろうが、私にとってはもうそんな月日が経ってしまっていたのかと、絶句する年月だった。私は夫と合コンで出会った。当時は会社員で仕事が忙しいのに職場でいい出会いがなくて、なかなか彼氏もできず寂しい日々を送っていた私。すると友人に誘われていった合コンで、正人にもうアプローチを受けたのだ。彼は私と同い年で、彼から話しやすいと言われてデートに誘われるようになった。私はしばらく彼氏がいなかったので、恋人とはどういう感じで接すればいいのかとかわからず、しどろもどろになっていたのだが、彼はそんなことを一切気にせずに私をリードしてくれた。そんな頼もしいところに心惹かれ、私は彼のことがどんどん好きになっていった。そして交際がスタートし、順調に仲を深めていった。それから半年後、彼は私にプロポーズをした。まだまだ期間的には短いって思われるかもしれない。だけど俺にとって望み以上に大事にしたいと思える人はこの先絶対に現れないと思う。だから誰かに取られてしまう前に俺と結婚してほしい。力強くプロポーズの言葉を言ってくれた彼に、ときめいた私はすぐに承諾した。こうして結婚することになった私たち。だが結婚が決まってから、彼にこんなことを言われた。実はさ、結婚したら仕事を辞めてほしいんだ。え、どうして？母さんが介護が必要な状態でさ、そのサポートをしてほしいんだよね。私は絶句した。そんな大事なことは、プロポーズをする前に言ってほしかった。後出しのような感じになってごめん。だけど、俺は望みへの思いを抑えきれなくて、先に結婚を申し出てしまったんだ。正人。本当にごめん。だけど協力してほしいんだ。父さんを去年に亡くしてから、本当に大変でさ。そうなんだ。義父が亡くなっていたことは知らされていたが、介護のことは聞いていなかった。私はものすごく悩んだ。もし義母が、とても意地悪な人だったらどうしよう。嫁いびりを毎日されたらどうしよう。まだ会ってもいないので、私はとても不安だった。とりあえず、お母さんと会ってから決めていいかな。彼のことを疑っていたわけではない。きっと切羽詰まっていたのだろう。だが結婚する前に、ちゃんと大事なことは確認しておきたい。彼は、そうだよね。と不安そうにしながらも了承をしてくれて、まずは私は義母に会いに行くことになった。私はとても緊張していたのだが、義母は温かく私のことを出迎えてくれた。わざわざ来てもらって、ありがとうね。こんな状態でお出迎えすることになって、申し訳ないけど。義母はものすごく優しくて、私にもすごく下手に出ていた。あまりにも丁寧なので、逆に恐縮してしまったほどだ。それから私たちはいろんなお話をしたのだが、義母は終始笑顔でとても感じのいい人だった。私は一瞬にして義母のことが好きになってしまった。実は私はすでに両親を亡くしている。幼い頃に母を事故で亡くし、父も病気で数年前に亡くなった。一人っ子だった私は兄弟もいないので、完全に一人きりだった。だから、彼の親を大切にしたいという気持ちも理解できた。そして義母と会ってみて、私はそれに協力したいと思った。私は改めて彼との結婚を承諾し、結婚後に仕事を辞めて家庭に入ることに。彼は、本当にありがとととても喜んでくれた。こうして始まった結婚生活。
最初はそれなりに幸せだったと思う。夫は定時で帰ってきてくれて、私のことを気遣ってくれた。介護どう？辛くない？家事もしてくれてありがとうね。そうやって優しい言葉をかけてくれるので、私は愛されているという実感があった。だがだんだんと夫は私に対して優しい言葉をかけなくなった。なんていうか、介護をすることも家事をすることも当たり前だろうという雰囲気を感じた。それどころか、日に日に私への扱いがひどくなっていった。おい、なんでビールがキンキンに冷えてないんだよ。ごめんなさい。いつもならもう少し遅くに帰ってくるから、冷凍庫に入れておくのが遅れて。言い訳してんじゃねえよ。専業主婦なんだから、そういうとこ、ちゃんとしろよな。夫は自分が食わせてやっている。自分が稼いでいるという点から自分の方が偉いと思っているようで、亭主関白的な態度をよく取るようになった。こらマサト、あんた、なんて口聞いてるんだい。のぞみさんは私の介護をしながら、料理や掃除をしてくれてるんだよ。それについて、もっと感謝をするべきだろう。それなのに、文句を言うなんてありえないよ。義母はよく、私をそうやってかばってくれた。夫も義母に怒られると、それ以上は何も言ってこない。だが義母が部屋で寝ている時とかに、ぐちぐち文句を言ってくることが多かった。母さんを味方につけているからって、いい気になるなよ。お前が家事をちゃんとやれていないことには、変わりないんだからな。甘えないでもっと成長しろよ。私の頑張りなど全く見ようとしない夫。いくら義母が注意したところで、自分の態度を変えようとしないのだからどうしようもない。私はそんな夫を見て離婚も考えたのだが、そうすると義母が一人きりになってしまう。きっと私がいなくなると、夫は義母を適当な施設に入れて放置するだろう。そうなったら義母は一人きりだ。施設の環境は、場所によってピンキリだから、いい場所を選ぼうとすると値段も高いし、入居できるタイミングもかなり先になるだろう。そしてせっかく義母と仲良くなれたのに、見捨てるなんてことは私にはできなかった。その頃にはすでに結婚をしてから2年以上が経っていたので、義母とも良好な関係を築けていた。2年以上も仕事から離れていた私を、正社員として雇ってくれる会社はほとんどないだろうし、私はいろいろなことを考えた結果、離婚せずに夫との結婚生活を続けることに。だがその後も、夫は私に対して罵倒を続けた。もちろん介護は手伝わないし、家事だって一切しない。私はまるで家政婦のようだった。義母と二人きりでいる日中の時間が何よりの癒しだった。土日だって夫は私に全部丸投げして、友人と遊びに行ったり一人で出かけてしまう。義母はよく夫に注意をして、夫婦の時間を取るように言ってくれていたのだが、夫は聞く耳を持ってはくれなかった。結婚して5年以上が過ぎた頃には、完全に私たちはただ同居しているだけのような状態だった。子供がいない状態で本当に良かったと思う。夫ならきっと、子育てだって私に全部押し付けていただろう。そうなると、家事に介護に子育てに、一人で全部やらなければいけなくなる。そんなことは絶対に無理だ。私は夫のことは完全に諦めて、義母の介護に集中することに。それからあっという間に時が過ぎ、気がつけば結婚をしてから10年が経っていた。そんな中、ある日義母が体調を崩してしまい、病院に運ばれた。一命は取り留めたものの、入院が必要な状態に。医師からはいつ亡くなってもおかしくはないと言われてしまった。それからは私は毎日義母の見舞いに行った。そこで義母は私にこんなことを言ってきた。見舞いには毎日来なくていいから、働き口を探しなさい。でも。私がいなくなったら、あの子はあなたのことを捨てるつもりよ。突然義母がそんなことを言い出したので、私はびっくりしてしまった。どういうことですか？実はね、
私聞いてしまったの。休日に、のぞみさんがスーパーに行っている時のことよ。あの子は私が眠っていると思っていたのでしょうね。不倫相手らしき女性と電話をしていて、私が亡くなったらあなたを追い出して、あの家に一緒に住むなんてことを言っていたわ。そんな。私は絶句した。いくら夫婦仲が冷え切っているからといって、そんな一線を越えるようなことはしてはいけない。私は一気に夫に対しての怒りが湧き上がった。そしてすぐに更新所に調査を依頼して、証拠を集めてもらった。それから義母に言われた通りに仕事も探した。この10年間の経験を生かして、私は介護職の仕事に就くことに。運よく条件のいい会社で、介護の仕事をさせてもらえることになった。私は弁護士にも相談し、夫と離婚する際のことなどについていろいろと準備を進めていった。そして義母とも残された時間をなるべく一緒に過ごせるように、合間を縫って見舞いに行った。のぞみさん、あなたに会えて本当によかったわ。あなたがいなかったら、私はマサトに疎まれて寂しい思いをしながら死んでいったでしょう。たくさんの愛を私に注いでくれてありがとう。お母さん、感謝をするのは私の方ですよ。お母さんがいたから、私はこの10年間を過ごせました。これからのことだって、お母さんのアドバイスのおかげでなんとか乗り切れそうです。私にとって、お母さんはもう一人の本当のお母さんと言うべき存在です。今まで優しくしてくれて、本当にありがとうございました。私と義母は、最後にこのような会話をしてお別れとなった。義母は笑顔で亡くなったので、私が最後を見届けることができてよかったと思う。ちなみに夫は、一度だって義母の見舞いには来ていない。本当に最低な人だと思う。そして義母の葬儀についても、準備や手配をすべて私に任せ、喪主の時だけは母親思いであることをアピールして同情を誘っていた。そうやって嘘をついて、周りからの称賛を得ようとする姿にヘドが出た。この人には容赦しなくていいな。そんなことを思っていると、葬儀が終わって家に着いた後に、夫の方からこんなことを言ってきた。お前はもう用なしだから出て行け。どういうこと？お前はただの母さんの介護要員だったんだよ。誰が好き好んでお前なんかと結婚するかよ。そんな、いきなり何を言ってるの？まあ、すぐに受け入れられないのは仕方ないよな。だけどすぐに出て行ってくれ。ここには俺の新しい嫁と子供が来る。は？彼女と子供がいるから離婚だ。さっさと出て行けって言ってんだよ。夫はそのように叫んだ。義母が亡くなり介護の必要がなくなったので、本気で私を追い出すつもりのようだ。ああ、そうそう。何か金をもらえるとか思うなよ。血が繋がっていない嫁には遺産相続の権利はないからな。母さんの遺産は全て俺のもんだ。勝ち誇った顔をして、そうやって私に言ってきた夫。だが私だって、ただ黙って言いなりになっていたわけではない。私はまっすぐに彼を見てこう言い返してやった。遺産は全額、私のものですが。は？私の発言に目を丸くする夫。だがすぐに声を出して爆笑した。お前アホか。血も繋がっていないし養子に入ってるわけでもないのに、遺産をもらえるわけないだろ。そうね、普通ならね。まあ、今私たちだけで話していてもしょうがないから、後日ちゃんと弁護士を交えて話しましょう。はあ？弁護士？そんなの必要ねえだろ。残念だけどそうはいかないわ。お母さんはちゃんと遺言書を残していたの。それはお母さんが依頼した弁護士が持っているわ。だから、ちゃんと弁護士を交えて話し合う必要があるわ。夫は途端に動揺し始めた。遺言書には何て書いてあるんだよ。さあね、勝手に開封することはできないから知らないわ。くそ、面倒なことになったぜ。夫は思っていた流れにならずに焦っていた。そして後日、弁護士を交えての話し合いが始まった。
こちらがお母様が残された公正証書の遺言書です。早く読めよ。夫は焦っている様子だった。まさか義母が遺言書を残しているとは思っていなかったようだ。自分が全ての遺産を受け取って私と離婚して終わりと簡単に思っていたようだ。弁護士が封筒を開けて遺言書の内容を読み上げる。その内容とは遺産の全てを私に相続させるというものだった。ふざけんなよ。そんなの納得いかねえぞ。どうして俺が一銭ももらえないんだよ。夫は顔を真っ赤にして怒鳴り散らした。だが弁護士さんはそういう状況に慣れているのか、淡々と説明をした。10年もの間、のぞみさんが介護をしていました。その間、あなたは一切介護を手伝うこともせず、あろうことかのぞみさんやお母様にきつく当たっていました。そのような状態が長年続き、お母様は遺産の相続人からあなたを外し、すべての遺産をのぞみさんに相続させることにしたのです。そんなの納得しないからな。せめて遺留分くらいは何が何でももらうぞ。夫はそのように叫んでいたが、次の話で一気に顔を青くした。じゃあ、この話は家庭裁判所に持って行って判断してもらいましょう。だけどあなたの不倫については慰謝料をもらうからね。慰謝料？当然でしょ。あなたは不倫をしていたんだから。ちょっと待てよ。遺産がもらえるかわからない俺に慰謝料を請求するっていうのか。何甘えたこと言ってんの？不貞を犯したんだから当たり前でしょ。それにこの10年間あなたは私のことを罵倒し続けた。その記録は音声や日記などでたくさん残しているわ。だからモラハラとしても訴えて慰謝料を請求するから。そんな。私はあんたを絶対に許さないからね。しっかりと罪を償ってもらうわ。夫は顔面蒼白の状態でうなだれていた。たとえ遺留分をもらっても慰謝料で相殺、あるいはマイナスになるだろう。その後、弁護士を通して私は夫と離婚した。そして元夫と不倫相手に慰謝料を請求した。ちなみに家庭裁判所の審判の結果、元夫は相続から排除され遺留分すらもらえない状態に。また私がモラハラを受けて訴えた分の慰謝料は認められ、元夫は不倫とモラハラのダブル慰謝料を私に支払うことに。ちなみに遺産は私が全て相続したので、必然的にあの義実家も私のものだ。つまり、元夫は住む家すら失ったのだ。元夫は慌ててアパートに移り住んだようだが、そんな狭い場所で借金まみれの人とは暮らせないと、不倫相手に振られてしまったらしい。だが養育費は請求されているそうで、元夫は借金まみれの状態で、一人寂しく孤独な生活を送ることになった。自業自得だし、本当にいい気味だと思う。一方、私は介護の仕事を頑張りながら、慰謝料と給料のおかげで安定した生活を送ることができている。しかも元義母から相続した遺産はかなりの額だったので、相当に貯金もできている。そのお金には一切手をつけずに、老後のお金だったりに当てようと思う。そして自分の人生を大事にしながら、毎日幸せに生きていこうと思う。どういうことですか？だから、あなたがこの一家での稼ぎ頭なんだから、あなたが家の建て替え代を支払うのよ。嫌だとは言わせないぞ。お前は俺の嫁だ。嫁は夫と義両親の言うことは何でも聞くってもんだからな。そう言ってニヤニヤする義両親と夫。常識がなさすぎる彼らだが、逆にそっちの方が私にとってはありがたい。私はニコッと笑ってこう言ってやった。喜んで協力します。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。私には結婚して2年になる夫のマサトという存在がいる。私たちは共通の友人がいたことがきっかけで知り合った。私の友達が人を呼んで、バーベキューをしようと言った時にやってきたうちの一人がマサトだ。
彼は明るくて面白くて、初対面でもすぐに仲良くなった。そして連絡先を交換し、それから2人で飲みに行ったりするようになり、交際が始まった。彼は一般企業に勤めており、私よりも給料は少ないが、それでも彼の人柄に惚れていたので、私は彼のことが大好きだった。私たちが付き合い始めて2年が経った頃、彼が私にプロポーズをしてくれて、私たちは結婚することに。いつも私を笑わせてくれる彼となら、絶対に幸せになれると思ったのだ。それに今は女性も仕事で活躍する時代だし、私が頑張って稼いで家計を支えれば何の問題もない。私たちは結婚を決めるとすぐに彼の実家へ行き挨拶をした。まさかマサトがこんな素敵なお嫁さんを連れてくるなんてびっくりしたわ。美人だし笑顔が素敵だし羨ましいな。こらこら、母さんも父さんもそうやって望みを困らせるなよ。前のめりになって勢いよく褒めるから戸惑っているだろ。だって本当のことなんだからしょうがないじゃない。そうだぞ。いいお嫁さんをもらったんだから絶対に手放すなよ。分かってるよ。俺が一生大事にするから。マサトとご両親はそんな会話をしていて、私は嬉しさと照れくささで胸がいっぱいになった。やっぱり素敵な彼には素敵なご両親がいたんだなぁと思った。私の両親は私がまだ幼い頃に事故で亡くなってしまった。それからは母方の祖父母に引き取られて生活していたのだが、7年前に祖父を亡くして5年前に祖母を亡くしたので、私にはもう身内はいない。もちろん祖父母は私にたっぷりの愛情を注いで育ててくれたのだが、もう家族がいない私にとっては、彼らの温かさはとても心に染みた。ご両親は結婚を承諾してくれて、私たちは晴れて結婚することに。結婚式も済ませて新婚旅行にも行き、夫婦として一緒に住み始めた。夫との新婚生活はとても楽しかった。共働きだったが、夫の方が帰りが早いので、彼がいつも晩ご飯を作ってくれていた。いつも残業で忙しい私にとっては本当にありがたい。仕事から家に帰ってきて温かいご飯ができていることの幸福といったら、一人暮らしを長く経験している人には共感してもらえるだろう。夫が晩ご飯を作ってくれる代わりに、私は食器洗いや休みの日の掃除や洗濯を引き受けた。そうやって夫婦でバランスよく家事を分担し、幸せな新婚生活を送っていた。きっとこのまま楽しく過ごし、いずれは子供を産んで、さらに賑やかで楽しい家庭を築くのだろうと私はそう思い込んでいた。だが私たちの幸せな結婚生活に不穏な影が見え始めたのは、結婚して1年が経った頃のこと。ある日、夫が突然こんなことを言い出した。実はさ、母さんたちが俺たちと同居したいって言ってるんだ。え、何か母さんが腰を痛めちゃったらしくてさ。大丈夫なの？それが結構きついみたいなんだ。それで俺も長男の務めとして母さんをサポートしなきゃなって思って。だからのぞみに同居を認めてもらいたいんだ。そっか。私はかなり悩んだ。確かに義両親は優しくていい人たちだ。しかしまだ結婚をして1年しか経っていない。私はもう少し2人での生活を楽しみたかった。だが義母は家事をするのも大変なくらい腰が痛いとのこと。それなら私たちが同居してサポートをしてあげた方がいいんじゃないかと思う。私は1週間ほど悩んだ末に同居を承諾することに。夫は私が同居をしてもいいと言うととても嬉しそうにしていた。すぐに義両親にも連絡をしていて、義両親の喜ぶ声が電話越しに聞こえてきた。こんなにも夫と義両親が喜んでくれているなら、承諾してよかったなと私も嬉しくなった。そして私たちは賃貸マンションを解約して義実家に移り住んだ。のぞみさん、よく来てくれたわね。同居を承諾してくれて本当にありがとう。義両親は私を笑顔で出迎えてくれた。今日からよろしくお願いします。私も笑顔で挨拶をして、
その日はお祝いとして出前の寿司を取ってお酒を飲みながら食事を楽しんだ。優しい義両親となら同居生活も賑やかで楽しく送れるだろうと思った。しかし、同居生活は予想していたように楽しいものにはならなかった。のぞみさん、お帰りなさい。今日もお仕事お疲れ様。ありがとうございます。じゃあ早速お願いね。はい。私は仕事で忙しく働いて帰ってきた後に、家事を全部やらなければいけなかった。朝のうちに仕込んでいた晩ご飯の仕上げをして食卓に出し、それから風呂掃除にトイレ掃除、洗濯をしなければいけない。そのためゆっくりとお風呂に入れるのは0時を過ぎてから、そして朝は朝で、早く起きてその日の晩ご飯の仕込みをする必要がある。私はてっきり新婚生活の時のように、夫と2人で家事を分担してやるものだと思っていた。しかし夫は義実家に帰ってから全く家事をやらないのだ。理由は義母がやらなくていいと夫に言ったからだ。自分の腰が痛くてできない家事を息子にやらせて負担をかけさせるわけにはいかないとのこと。嫁である私には負担をかけていいのかと突っ込みたくなったが、私はぐっと我慢しておとなしく従うしかなかった。義母はいつもごめんね、ありがとうと言ってくれるので、私もやらざるを得ない。こうして私は家事と仕事の激務に追われてどんどん疲弊していった。その結果、だんだんと手が回らなくなり、家事がおろそかになり始めた。するとそれまでは優しかった義両親が私に厳しく当たるようになっていったのだ。ちょっと何なのこれ。スーパーで買ってきたお惣菜でしょ。すいません。仕事が忙しいので、朝早く起きて作る余裕がなくて。そんな言い訳はいらないんだよ。君は買ってきたものを私たちに食べさせる気なのか？最近はスーパーのお惣菜もレベルは高くて、栄養価もあって美味しいんですが。手作りの方が栄養価が高いに決まってるだろ。のぞみさんがまさかそんなことをする人だとは思わなかったわ。義両親はそのように私を責めてきた。私はどうしていいかわからず夫の方を見る。しかし夫は私を助けることなく黙ったままだった。せめて夫には私の味方でいてほしかったのに。ただでさえ体力的に辛かったのに、ここへ来て精神的にも辛い状況になるなんて。それからというもの、義両親はことあるごとに私を責めてきた。その度に私は嫌な思いをし、義実家がとても居づらい場所へとなっていった。さすがにこのままだとまずいと思い、私は夫に相談することに。すると夫は驚きの発言をした。のぞみが嫁としてちゃんとできていないのが悪いんだろう。母さんたちの期待に応えてくれよ。じゃないと同居した意味がないだろう。私はこの発言が頭にきてつい言い返してしまった。ちょっと待ってよ。私はあなたよりも働いているのに家事を全部やらされているのよ。本来ならいつも先に帰ってきてるあなたがやるべきじゃない。それなのに私に全てを押し付けて、それができないからってこんなにも責められるのは納得がいかないわ。私がそう言うと夫は目を見開いて怒った。はあ？なんだよお前。夫である俺に逆らうってのか？自分が不甲斐ないのを棚に上げて俺を責めるなんてありえないぞ。私は今まで温厚で優しかった夫がこんな風に怒鳴ったのは初めてだったのでびっくりしてしまった。そしてどうしていいかわからずごめんなさいと謝ることしかできなかった。それからというもの、夫も義両親と一緒になって私にきつい言葉を浴びせるようになった。だんだんと私自身が本当にダメな人間だと思うようになり、義実家の人たちが正しいから言われた通りにちゃんとやらないと思うようになってしまっていた。そんな中、ある日私のもとに懐かしい友人から連絡が。それは高校時代に仲が良かった友人だ。久しぶりに会わないかという連絡だった。私はなんだか急に懐かしく思えてきて、誘いに乗り私たちは休みの日にカフェに行って会うことに。
だが友人は久しぶりに会った私を見て、どうしたのと言ってきた。私が何がと聞くと、ものすごくひどい顔してるわよ、とのこと。一体何のことかわからずにいると仕事が辛いの？それとも旦那さんのこと？と聞いてくる友人。私はこの時はほとんど洗脳されていたようなので、何にも問題がないと頭の中にすり込まれていた。全然何にも辛くないよ。仕事はまあ相変わらず忙しくて残業が多いけど、充実してるし、家ではお母さんたちが出来損ないの私にちゃんと指導してくれてるしさ。私がそう言うと友人は絶句していた。のぞみ、それ嫁いびりやモラハラって言うんだよ。まさか。私がダメだから愛を持って厳しくしてくれてるだけだよ。大げさだな。お願いのぞみ、目を覚まして。それもう洗脳されているようなもんだよ。何を言ってるの？洗脳。いやいやおかしいでしょ。私、何でも協力するから、のぞみはその家族とは一刻も早く縁を切った方がいいよ。友人の目は真剣そのものだった。すると私の中でモヤモヤしたものが再び湧き上がってきた。今の状況はおかしい。あの人たちは、お母さんたちはおかしい。そんな考えが頭の中で浮かぶようになっていた。友人と別れた後、私はすぐに家に帰った。のぞみさん遅いわよ。私たちよりもお友達を優先するなんてありえないわ。すみません。すぐに晩ご飯を作りますね。なんだろう。今すごくイラッとした気分になった気がする。そして晩ご飯を急いで作り、私は食卓に出した。なんだよ、今日は魚かよ。俺は肉の気分だったのに。そうね、私も肉の気分だったわ。本当にのぞみさんは気が利かない嫁だな。仕方ないよ、出来損ないだからさ。そう言って大笑いする義実家の人たち。なんだろう。なんでこんな奴らにこんなことを言われなければいけないんだ。文句があれば自分たちで作ればいいだろうが。そんな言葉が急に頭の中に浮かんできて、それと同時に腹立たしさを感じた。私なんだかおかしいぞ。お母さんたちが正しいと思っていたはずなのに。そして食事を終えて食器も洗い終わった頃、義実家の人たちが話があるからと私を居間のソファーに座らせた。何ですか？話って。すると嬉しそうに笑顔を見せながら夫がこう言った。今度この家を建て直そうと思うんだ。建て直す。私がびっくりしていると義母が口を開いた。この家もかなり老朽化が進んでるでしょう。だからこの際家を建て替えようと思って。私は素直にいいと思った。すごいいいアイデアだと思います。そうでしょう。のぞみさんならそう言ってくれると思ったわ。それじゃあ家を建て替えるお金支払ってね。どういうことですか？だから、あなたがこの一家での稼ぎ頭なんだから、あなたが家の建て替え代を支払うのよ。義母は当たり前かのようにそう言った。そして夫もそれに便乗した。嫌だとは言わせないぞ。お前は俺の嫁だ。嫁は夫と義両親の言うことは何でも聞くってもんだからな。そう言ってニヤニヤする義両親と夫。いや、でも、いくらなんでも私にはそんな大金はないですよ。私がそう言うと夫が驚きの発言をした。何言ってんだよ。お前には祖父母から相続した遺産があるじゃねえか。そのお金を俺たちのために使うんだよ。お前は嫁いだ家族に貢献できる。俺たちは綺麗で快適な家が手に入る。まさにウィンウィンじゃねえか。私はこの時、何かが切れるような音がして、完全に正気に戻った。こいつらは私を初めから利用することしか考えていなかったのだ。こんな奴らに、
私の大事な祖父母が残してくれたお金を渡すなんてありえない。今まで洗脳されてこき使われた分も含めて復讐してやる。常識がなさすぎる彼らだが、逆にそっちの方が私にとってはありがたい。私はニコッと笑ってこう言ってやった。喜んで協力します。私がそう言うと義実家の人たちは手を叩いて喜んだ。洗脳が成功したとでも思っているのだろう。だがもうその洗脳は解けた。今度はこちらの番だ。私はこの前連絡してくれた友人に再度連絡を取って再び会った。実は彼女は弁護士をしている。私はあの時の友人のおかげで正気を取り戻したことを感謝し、そして離婚をするために協力をしてほしいと正式に依頼した。友人はもちろんと言ってくれて、私たちは離婚の準備をすることに。私は前に友人に会った時に言われた通りに、スマホの録音アプリを使って夫や義両親が私を罵倒したり、私の資産を無理やり使おうとしてきたことの内容を録音していた。あの頃は半信半疑だったが、本当に録音していてよかったと思う。そしてそれからもモラハラ的な発言や嫁いびりは続いていたので、証拠にできるデータはどんどん集まった。そして建て替え計画も順調に進んだ。夫と義両親は新しく家が手に入り、さらにこれからも私を家政婦と稼ぎ頭の2枚看板として利用できることを喜んでいた。一方で私は着々と復讐をする準備を進めた。そして契約日当日、夫と義両親はウキウキした気分でいた。私はニヤニヤしながら義実家の人たちと一緒に車に乗り込んだ。不動産屋に着き、夫と義両親は笑顔に契約書を見ながらサインをする。もちろん名義は夫にし、そしてローンを組んでもらい、私が支払うと約束をした。支払いは夫の口座に私が月々お金を振り込むことにしてもらった。夫は、そんなめんどくさいことをしなくても、お前がまとめてお金を入れればいいじゃないか、と言ったが、そこは私が適当に嘘をついて私のやり方の方が損をしないと言って、うまく丸めた。契約が結ばれたことを確認すると、私は仕事の電話が急に入ったと言って不動産屋の外に出た。夫と義両親は、こんな時になんだよ、と軽く怒っていたが、それよりも喜びが勝っていたようで、私が外に出ることを止めるまではしなかった。私は不動産屋の外に出ると、すぐにタクシーを拾って義実家へ。それから友人に男手をいくつか貸してもらい、急いでみんなで荷物をまとめて自分の車へと押し込んだ。そしてテーブルの上に離婚届を置いて、私は事前に探して契約をしていた一人暮らし用の部屋へと引っ越した。夫からはその間に電話とメッセージが届いていたが、無視をして引っ越しが済んだ頃に、急遽会社に行かなくなったとメッセージを送った。夫からは怒ったメッセージが返ってきていたが、すべて無視をした。すると2時間くらいしてから夫から鬼のように電話が来た。きっと今やっと家に帰ったのだろう。私が電話に出ると夫はとても慌てていた。おい、どういうことだよ。そのままよ。あなたとは離婚するって決めたの。どうして急に。あなたのモラハラやお母さんたちからの嫁いびりにはもう耐えられないのよ。ふざけんなよ。お前がいなくなったら誰が新しい家のローンを支払うんだよ。そんなのあなたたちで何とかしなさいよ。私はもう関係ないからね。それじゃあ離婚を拒否してやる。そうすればお前はまだ俺の嫁だから支払い義務が生じるはずだ。じゃあ裁判で戦いましょう。裁判。ええ、あなたが拒否するなら、私はどこまででも戦うわ。裁判になれば、あなたたちは裁判費用も出さなきゃいけなくなるわよ。私はあなたよりもだいぶ稼いでいるし、相続した遺産もあるから余裕だけど、あなたたちはどうかしらね。高額なローンが毎月かかるから、無駄なお金は使えないんじゃない？私がそう言うと夫はクソと電話越しで叫んでいた。
どうやらスピーカーにしていたようで、義両親は私にすがりつくような言葉を並べて懇願していた。だが私はすべて無視をしてこう言ってやった。私はあんたたちの奴隷じゃないのよ。私は一生あんたたちを許さないから。借金まみれになって地獄に落ちなさい。そう言って電話を切ってやった。それから弁護士の友人を通して離婚とモラハラによる慰謝料を要求。夫は拒否していたが、裁判の方が高額になると知り、しぶしぶ承諾していた。ちなみに家の建て替えについてはキャンセルしたそうだが、もともと5000万かかる建て替えの契約をしていたため、違約金として 10% の500万が請求されたらしい。つまり義実家の人たちは何も手に入れられないまま500万を失い、さらに慰謝料も支払わなければいけなくなったのだ。本当にいい気味だが、自業自得だ。一方、私は単身用マンションで一人で幸せに快適に過ごせている。今回、協力してくれた友人には感謝してもしきれない。今度高い寿司か焼肉でもおごろうと思う。しばらくは恋愛はいいので、新しい趣味でも探して独り身の生活を謳歌しようと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。